日本商事の近藤雄一です。突然ですが、あなたのご出身はどちらですか？故郷で作られたお酒は体によく馴染むという方も多いのではないでしょうか。私は今まで延べ3000種類以上の日本酒を飲んできましたけれども、そこで今回は地方別にぜひ飲んでほしい日本酒をご紹介する第1弾。忖度なしで選んだ東北地方の日本酒。東北ご出身の方はもちろん、これから転勤で東北の方に行くという方や、出張先で飲む東北酒は何がいいかなって思ってらっしゃる方、ぜひ最後までご覧ください。それから指に関する情報についてはメルマガと LINE のオープンチャットでご紹介していますので、そちらの方もご登録をよろしくお願いいたします。はい、では早速12種類ご紹介していこうと思いますけれども、その前にお伝えしたいことがあります。地方別おすすめ日本酒シリーズは自社で取り扱っていない商品もたくさん選んでいます。桜酒店で取り扱っている商品については概要欄にリンクをお入れしますので、ぜひそちらから詳細をご覧ください。それから今回もただ順番に紹介していくのも面白くないので、東北地方の中でも県別にご紹介していこうというふうに思います。初心者向けのモダンスタイルなのか、通向けのクラシックスタイルなのかというところもご注目ください。この分類については別の日本酒マトリックスという動画の方でまとめていますので、そちらもぜひ参考にしてみてくださいね。はい、ではまず青森県1つ目ですね。青森市西田酒造店さんが作る伝酒特別純米。こちらモダン寄りのクラシックミディアムという形ですね。銀吹雪の 55% 精米を使用して、アルコール度数は16度台。最近ですねリブランディングされてですね、1回火入れでフレッシュさ、こちらを大事にしようとブランドをですね前進させた、そんなお酒です。続いて青森県八戸市八戸酒造さんが作る陸奥八仙いさりび特別純米ですね。こちらはクラシック寄りのモダンミディアムということで、銀吹雪 55% 精米の麹米と銀吹雪 60% の掛け米、こちらを使っている特別純米ですね。香りの部分はそこまで華やだ香りというのはないんですけれども、とても爽やかな食中酒タイプに仕上がっているので、口の中に入れた瞬間からですね後切れまですごくスムーズにスッとこう切れていくような、まるで浜辺にいるような、そんな感覚で爽やかなお酒に仕上がっています。はい、続いて岩手県ですね。花巻市川原酒造店さんが作る与右衛門特別純米の直組。こちらはクラシックフルのタイプに近い、そんな旨味がガツンとしたお酒です。銀銀河の 55% 精米の直組生原酒タイプですね。こちらの蔵元は全量純米蔵ということを目指して今作られている蔵元で、特に香りの酵母を使うのではなくて味わい、特にお米の特徴というものを強く打ち出したいということで作られている生原酒、ピチピチとしたガツンとしたフルボディタイプですね。はい、続いて盛岡市の赤部酒造さんが作る赤部純米吟醸モダンミディアムという形のお酒です。こちらも銀銀河の 50% を使って16度台。メロンのような香りとすっきりと爽やかな、口の中に入れた瞬間にフレッシュな、味わいが楽しめる酸味で後味が切れていくすっきりとしたお酒ですね。続いて秋田県横手市浅米酒造さんの作る天能登純米うましね。クラシックミディアムの王道と呼べるようなお酒かなというふうに思います。お米は銀の精美山錦 55% 精米で 16% 弱のアルコール度数、こちらが特徴的です。ほのぼのとしたうまみ、穏やかな香り、温めても美味しいですし冷酒でも美味しい柔らかいお酒に仕上がっているかなというふうに思います。はい、続いて秋田市の荒政酒造さんが作る荒政ナンバー6 S タイプですね。こちら先日もご紹介しましたけれども、木本作りで 13% 台の原酒、通年の生酒ということを実現したお酒です。香りの部分も6号酵母発祥の蔵ということもあってですね、メロンのような爽やかな果実系の香り特徴的です。合わせるなら洋食の方に合わせていただけるといいかなというふうに思います。はい、続いて宮城県ですね。とても多かったので悩みました。1つ目が大崎市川崎町というところで今は作られております新沢醸造店さんが作る白楽星純米吟醸ですね。こちらはモダンライトのお酒です。
口の中に入れた時にですね、本当にその爽やかなシャープでありながらすっきりとしたそういう味わいが特徴的で、 15% 台のアルコール度数、蔵の花 55% 精米の王道タイプですね。甘みを極力そぎ落として究極の食中酒と言われるお酒です。ぜひ魚介類と合わせてください。はい、続いて気仙沼市男山本店さんが作る総天殿特別純米ですね。こちらも蔵の花の 55% 精米、 16% 台のアルコール度数、モダンミディアムですね。仕上げられているすっきり系のお酒ではありますが、中心部分にお米の旨味が通っている、そんなお酒に仕上がっているのかなというふうに思います。香りの部分は柑橘類をイメージさせるような果実のような香り、クリアでさらりとした飲み心地が特徴的で、優しい甘みを感じながらも後味はスキッと消えてくれる、飲み飽きしないというところが特徴的です。はい、続いて山形県ですね。庄内町で作られている小井川酒造さんが作る亀治口実純米吟醸ですね。こちら亀のの 55% 精米、 15% 台の中盤ぐらい、クラシックミディアムかなという形のお酒です。まさにおかん酒の入り口として作られたようなお酒でして、亀のを復活させた蔵としても有名な小井川酒造さん、その穏やかさ、それからほのぼのとしたうまみ、そして深みのあるボディの厚み、そちらがですね、冷酒はいいんですけれどもおかん酒にしていただくことでより特徴的になってくれるかなというふうに思います。はい、山形県といえばもう外せないですよね。村山市の高木酒造さんが作る14代本丸、こちら本醸造タイプではあるんですけれども、500万石の 55% 精米を使った火入れのタイプ、こちらはですね、自家製のカストリ焼酎、お米由来の焼酎を添加されているアルコール添加のお酒なので、とてもですね、そのお米由来のアルコールを入れてるということもあって、統一感のある非常にバランスのいいうまみがありながらも爽やかな、そしてキレもいい、香りもモダンミディアムという形の味わい、それがですねここまで人気を博した代表銘柄かなというふうに思います。そして最後、福島県ですね。会津若松市高橋正作酒造店さんが作る会津娘純米、こちらは会津産の500万石 60% 精米を使用した15度台のお酒、まさに癒し系というのにふさわしいお酒ですね。クラシックミディアムのお酒です。その土地の人がその土地の手法で、その土地のお米とお水で酒造りをする、土産土法の酒造りということを信念に貫かれている高橋さん、ぜひ飲んでみてください。そしてもう一つ選びづらかったですけれども、やはりこちら会津坂下町の弘樹本店さんが作る弘樹特別純米の生詰めのタイプですね。こちら山田錦と500万石を使用した 55% 精米の1回火入れになっています。アルコール度数は 17% 弱と若干高めなんですけれども、そのブレンド技術であるとか高品質の貯蔵によって生み出されたブレのない味わい、これが本当に大人気銘柄の代名詞かなというふうに思います。はい、今日は東北地方でぜひ飲んでほしい日本酒を12種類ご紹介してきました。この中で特に私が個人的にですね飲んでほしいなというふうに思っているのが白楽星と会津娘、この2つですね。会津娘は残念ながら当店では扱っていませんけれども、白楽星は取り扱いもしておりますので、ぜひ概要欄の方からリンクからですねお試しください。皆さんもぜひこれらの日本酒を参考に東北地方の日本酒を選んでもらえたら嬉しいなというふうに思います。また普段ふとした疑問が湧いた時に気軽に質問ができる LINE のオープンチャットの質問コーナーを作っています。お得な情報をお伝えするメルマガもやっていますので、合わせてご登録をお願いできると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。それではまたお会いいたしましょう。日本商事の近藤祐一でした。バイバイ。